こんにちは、スネドラです。今回はゴールデンウィークに行った高山にあるワンワンパラダイスをご紹介しようと思います。昔はよく犬連れで旅行に行ってたんですが、コロナの自粛があったり四国のお遍路があったりで気づいたら2年ぶりの犬連れ旅行になってました。途中にある談合坂サービスエリアのドッグランでワンコたちを休憩させます。ちょうどいい遊び相手がいたみたいで楽しそうに遊んでます。東京から高山って何気に遠いんですよね。車で3時間だとちょっとつかないかもです。上高地のバスターミナル周辺にある駐車場を通り過ぎます。唐沢に登山に行く時にはいつもこの辺りで車を置いてバスに乗るんですが、登山でもないのにこの辺走るのってなんかちょっと変な感じがします。そんなこんなしてるうちに、高山のワンワンパラダイスに到着しました。ここのホテルは敷地がとても広いので、入り口を入ってからもしばらく走り続けます。正面左側に見えるのがドッグランです。ここは後で遊びに来ることにしましょう。右側に見える建物がホテルですね。犬連れだと荷物が多いので、フロントの前に一度車を止めて荷物とワンコたちを降ろすことにします。高山のワンパラは10年前と8年前に来たことがあって、今回で3度目なんですが、他のワンパラに比べても設備がいいし、ホスピタリティも高い印象があって、私の中ではワンパラの中で一番好きなホテルですね。プーとノアは前にも来たことがあるんですが、小太郎が、初高山ワンパラなので、今回は小太郎を中心で遊ばせてみようと思います。広くてゆったりとしたロビーです。犬連れの旅行の時って、ロビーが狭いと他のワンちゃんとワンワンになっちゃう時あるんですよね。これだけ広いとそういうこともなくて、ゆっくりとチェックインすることができます。ロビーの奥にはラウンジがあって、とても落ち着いたスペースになってます。冬になるときっとこの暖炉に火が入るんでしょうね。ロビーを右側に行くとレストランがあるんですが、その手前に愛犬サロンっていうスペースがあります。ここは夕食後にミニゲームとかをやってね、犬と一緒に遊べるんですよ。昔はよくここで遊んだんですけどね、今は閉鎖中とのことです。その向かいには売店があります。地元の、いろんな特産品、名産品だとか、お土産、あとは飲み物とかもたくさん売ってます。各フロアにはトイレシーツとかうんち袋、それからフードボールも準備されてます。もちろん部屋にもあるんですが、足りない場合はここから持っていくことになります。それではエレベーターに乗ってお部屋に向かいます。今回は3階にある306号室です。テラス付きのモダンルームになってます。それでは早速入ってみましょう。お部屋は27平米なのでそんなに広くもないですが、狭くもないっていう感じですね。うちは犬が3頭いるのでちょっとタイトな感じにはなりますが、問題なく使えそうです。ワンパラだけあって犬に関連する設備は全て揃ってます。うちは部屋で粗相されると嫌なので、トイレシーツ少し多めにいつも敷くんですが、これだとちょっと足りないので後で外にあるものを取ってくることにします。それではテラスに出てみようと思います。奥行きがあって広いテラスですね。椅子とかテーブルも準備されてます。今日はちょっと天気があんまり良くないので、景色がいまいちですけど、でもすごい開放感があって気持ちがいいテラスです。続いてバスルームです。バスルームは広々としてます。トイレはもちろんウォシュレットですね。バスタブも、まあまあ大きいタイプでゆっくり入ることができそうです。でも高山のワンパラは、離れたところに温泉棟があるのでお風呂はそんなに活躍しないかもですね。アメニティもきちんとしたものが一通り揃ってます。それではワンコたちのお待ちかねのドッグランに向かいます。今ゴールデンウィークなのに外に出たら雪が降ってて、積もるほどじゃないんでしょうけど、これにはちょっと驚きましたね。トイプードルのプーとミニチュアシュナウザーのノアはもう年寄りなのであんまり走ったりすることはないんですが、
柴犬の小太郎がまだ若いので、ドッグランに来るととにかく走り回るんですよね。こういうの見てるとね、来てよかったなーって思います。いろんなワンちゃんにご挨拶したり、遊んでもらいながらみんな楽しそうにはしゃいでます。せっかく広いドッグランに来ても遊んでくれる子がいないとちょっと寂しいんですけどね。今日はこのコリーちゃんが、一生懸命遊んでくれて、うちの小太郎は大喜びしてます。どこのドッグランに行っても最後の方になるとこの2人でワンプロが始まるんですよね。周りのワンちゃんもだんだん遊んでくれなくなって、遊び足りない小太郎が最後にノアでもう一遊びするっていうことなんでしょうね。もう小太郎がとにかく楽しそうに走ってくれるんでね、連れてきてよかったなっていう気持ちがします。ドッグランを挟んでホテルと逆側の方にはコテージが建ってます。3棟ありますね。なかなか大きいです。コテージの裏手の方にはワンワンお散歩コースっていう道があります。距離は短めなんですが、軽くお散歩するんであれば十分な道ですね。すぐ横を流れる久手川の水はまだ冷たそうです。夏になると川遊びとかねするワンちゃんも多いみたいなんですが、今日はちょっとやめておきましょう。ワンコたちもドッグランで遊んですっかり満足したようなので、ホテルに戻ってきました。高山のワンワンパラダイスは、入り口を入って左の方に、ワンちゃんの、足とかを拭くスペースがあります。ちゃんとシャワーもついててタオルもいっぱいあってスペースも広いので、ワンコの汚れた足とかを拭くのも、楽々です。それでは夕食に向かいます。夕食は時間制で6時からと7時半からだっけな、2つに分かれてるようです。うちは早く食べて早く寝たい派なので、6時の方をお願いしました。席は偶然ですけど一番奥の席を、用意していただきました。犬連れの場合真ん中あたりだとちょっと他の犬が通った時とかにバタバタしちゃうことが多くてね、奥だと安心して食事することができます。今日はみんな疲れてるのかおとなしく、待っててくれるようです。唯一プーだけが何かおこぼれがもらえるんじゃないかっていうんですごい目でこっち見てます。めんこいですね。このホテルは夕食のプランがいくつかあるんですが、今回私たちはその中から乗鞍会席というのを選びました。このプランは飛騨牛の炙り寿司がついてるんですよね。もうだんだんと年取ってきちゃうとあんまり量が食べれないんですが、それでもこの飛騨牛の炙り寿司は食べてみたかったので今回このプランを選んでます。前菜にお椀、お作りもどれも美味しいんですけど、やっぱこの飛騨牛の炙り寿司はうまかったですね。それから焼き物に揚げ物、どれも本当に美味しくて、締めの食事は香味味噌茶漬け、これもうまかったですね。本当ごちそうさまでした。夕食を堪能したらワンコたちにもご飯をあげて、再度ドッグランに向かいます。ここのドッグランは照明もついているので夜も遊べるんですごく助かります。ワンコたちのお世話が一通り終わったら、お待ちかねの貸し切り個室温泉棟に向かいます。このホテルの温泉って全て貸し切り個室になってるんですよね。一部の個室はワンコと一緒に入れるタイプもありますが、そこは有料になってます。この家族風呂はあらかじめ予約することができないんですよ。なので混んでる時間帯とか埋まっちゃったりしないのかなっていうことを心配する方もいらっしゃると思うんですが、お風呂の数がたくさんあるのでよっぽどのことがないと、満室っていうことにはならないんだと思います。この扉がね全部貸し切り個室風呂なんですよ。この数すごいですよね。ワンちゃんと一緒に入れるお風呂もワンコがいなければ無料なんだそうです。せっかくなのでそこに入ってみようと思います。入り口のこの札をクローズドにしてね、人が入ってこないようにします。もちろん鍵もかかるんですけどね。脱衣場は思ったより広いです。ここはワンコと入れるっていうんでお風呂そのものも大きめなんですよね。なので脱衣場も広いのかもしれません。
犬と一緒にお風呂に入るときには入り口に書いてあるこの注意事項をくれぐれも守って入るようにします。前回泊まった時はワンコ連れでお風呂入ったんですが、ゆっくりお風呂入れないんですよね。なんで今回はお部屋にお留守番です。この白いバスタブが犬用のお風呂になります。人間用の方にはくれぐれも入れないように気をつけます。犬と一緒に入れるお風呂なので、お風呂場自体は広めですね。湯船は小さめですが、それでもまあ家族風呂なんでね、これぐらいあれば十分だと思います。いやー、一人だとゆっくり温泉に浸かれるんで極楽です。うまいものも食って素晴らしい温泉にも入れて言うことなしの1日目です。おはようございます。2日目は朝から晴れて気持ちのいい天気になってます。今日は特に予定もないので、朝食は少し遅めにして再び温泉に入りに行こうと思います。いやー、すがすがしい天気ですね。とっても気持ちいいです。ワンパラみたいにペットと泊まれる専用宿泊施設だと周りにもあんまり気を使わなくて済むしね。これで食事もうまいし、温泉も最高だし、ドッグランも広いしじゃね、本当にね、このお宿は最高だと思います。これでね、もうちょっと安ければ言うことないんですけど、それはさすがにちょっと贅沢な話なんでしょうね。今回のお風呂は昨日と違って露天風呂があるタイプの個室を選んでみました。こっちは脱衣場がちょっと狭いですね。犬とか連れて入らないので、これぐらいで全然問題はないんですけど、ちょっと気になったのが脱衣カゴが置いてあるところにすげ傘があるんですよ。これ何なんだろうなと思ったんですよね。本当に普通のすげ傘です。なんですげ傘あるんだろうと思ったんですが、よく考えたら露天風呂なんで雨が降ってる時に多分このすげ傘かぶれっていうことなんでしょうね。風呂場には湯船がなくて、洗い場が2つあるだけです。広さも昨日のに比べると狭いですが、でも家族風呂っていう意味で考えれば、特に問題はない広さだと思います。それではお待ちかねの露天風呂ですね、行ってみます。隣のお風呂から見られないように柵がきちんとしてあります。広さはそんなでもないですけど景色がいいですね。で、ここに、露天の湯船があります。いや、気持ちいいですね。最高です。今日特に天気がいいんでね、この景色を見ながらゆっくりと入れる露天風呂は最高です。いや、のんびりと朝露天風呂も堪能しちゃいました。そろそろ犬が起きてくる頃なので、部屋に戻って散歩に連れて行きます。このホテルは標高 1300m あたりに立ってるホテルなので、ゴールデンウィークとは言っても朝はまだまだ涼しくて、犬たちも気持ちよさそうに歩いてます。それでは昨日歩けなかったワンワンお散歩コースの残りの方を歩いてみようと思います。駐車場のあたりからホテルの裏手の方に登っていくコースですね。マイナスイオンがドバドバ出てて本当に気持ちのいい散歩道です。とりあえずワンコたちのトイレも無事済ますことができたので、今度は私たちが朝食を食べに、会場に向かいます。朝食はバイキングになってました。基本的には地元で採れた食材を積極的に使ってるんだと思うんですが、いろんなメニューがたくさんあって、どれを食べればいいか悩みますよね。私は朝はあんまり量を食べることができないので、なんかいつも同じようなものを取ってね食べてるだけなんですが、妻の方はせっかくなんでね、いろいろ食べないともったいないっていうことで、いろいろ吟味しながら取ってたみたいです。出張でビジネスホテルでバイキング食べるときって朝バタバタしてるんで、ほんと10分ぐらいでバーッと取ってね食べて出ちゃうんですが、こうやって休みの日にリゾートホテルでいるときってのんびりとゆっくり食べれるんで幸せですよね。はい、食事が終わったらチェックアウトの前にもう一度ドッグランに行こうと思います。
もう特に小太郎がドッグランに連れてけってうるさくてですね、さっきワンワンお散歩コース歩いてた時も、お前そっちじゃねえだろこっちだろみたいな顔して見てたんですよ。もうかわいそうだからね、もう一回来ました。今日天気もいいしね、とっても気持ちよさそうにみんな遊んでます。チェックアウトギリギリまでドッグランで遊んでたんですが、小太郎がまだ帰りたくないみたいで、最後ね、宿の方に歩かないんですよね。いや、めんこいです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。個人的にはワンパラの中でも高山が一番いいホテルなんじゃないかなって思ってます。もし犬連れで旅行に行くことが好きな方で、ここに行ったことがない人がいたら、ぜひ行かれてみることをお勧めします。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それでは、また。